こんにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA に行くならぜひ見てほしい注目の新商品を紹介していきます。特にもう4月の新商品が少しずつ入ってきてますので、最新情報をお伝えしていきます。また購入品もありまして、微妙な点も正直にレビューしますので、ぜひご覧になってください。 IKEA といえばというぐらい有名な商品がこちら、ワゴンです。そちらからなんと新色が出ました。こちらの3色です。すごく春っぽくて可愛いですよね。左からライトターコイズ、ピンク、ベージュとなっています。かなり明るめの色です。また一昨年ぐらいから出てます、後ろにありますホワイトやブラック、あとグリーン、グレーブルーも販売していました。おすすめな使い方としては、こちら天板を一緒に買うとこのようにサイドテーブルっぽく使うことができます。可動式のサイドテーブルとして使えてとても便利なんです。ちなみにこの天板は中段や下段にも設置することができます。またこのワゴンは2種類サイズがありまして、こちらは大きい方でして、もう一つ小さい方があります。一昔前にロースフルトと呼ばれていた商品で、今はこちらもロースコグという名前になっています。こちらも同じく3色新色が出ていました。私こちらのサイズはダイニングのすぐ横で使ってまして、ダイニングテーブルの下に潜り込むサイズ感ですし、ティッシュとかリモコンとか、パッと使うようなものを置いておけてとても便利に使っています。活用例を紹介した動画もありますので、後ほど概要欄からご覧になってください。また次回もちょっとアレンジした使い方を紹介する予定です。その一昨年のリニューアルでキャスターに録がつきました。結構小さいお子さんがいるご家庭の方に好評のようです。IKEA のワゴンはすごく安定してるんですよね。このキャスターもしっかりしていて、それも特徴です。さらに IKEA なら不要になった時に下取りで買い取ってくれるというサービスがあります。 IKEA のサーキュラーマーケットというところで販売されます。現金になるわけではなくって IKEA のプリペイドカードとして還元されるんですけども、それでも捨てるよりは全然気持ち的にも楽ですし、いいですよね。もともとワゴン安いものですけども、結構いいお値段になりますので、ぜひ買い取り用のサイトをチェックしてみてください。キッチンコーナーです。発売後売り切れが続いていたこちらのキャニスター、在庫がしっかり戻っていました。特にこのピンクとブラウンの2色セットの方は買えなかったっていうお声たくさん聞いてますので、今がチャンスです。ほんと色味が可愛いんですよね。紅茶やコーヒーなど遮光したいものの収納にぴったりです。私はお菓子を入れたりしています。もうなんなら飾っておくだけでも可愛いです。ほんと IKEA の新商品は一気に売り切れてしまってしばらく買えないということがよくありますので、見つけたタイミングでぜひご購入ください。お値段はこちら単品の白のものよりピンクとブラウンの2個セットの方がちょっと安くなっています。今期の IKEA はこの落ち着いた藍色っていうんですかねを使ったコーディネートがたくさんされています。こちらのお部屋はベーシックなベージュウッドのカラーがベースになっていますけども、藍色のクッションカバーがアクセントになっています。こちらも同じくクッションカバーとブランケットがコーディネートされていて、このパーソナルチェアにかけられているカバーも新商品でして、すごくマッチしていますよね。結構派手なデザインですけども、カバーリングだけで購入することができます。ラグコーナーでとても可愛い商品を見つけました。こちらはとても色味が可愛い平織りのマットです。玄関マットぐらいのサイズ感なんですけども、デザインがとても可愛くて惹かれました。そしてすごくお安くて驚きました。サイズ感はとても小さいので、2枚並べてパーソナルチェアの前に敷くなんかもいいなって考えていたら、ちょうど同じことをしているディスプレイがありました。いや、まさにこういうことよと思いながら興奮して見ていました。ラグにいろんな色が入っているのでマッチさせやすいのかなと思いました。こちらは黄色の花瓶、黄色のチェアとこちらのラグの黄色をリンクさせています。2枚買っても全然お安いのでありだなと思います。
はい、購入品を紹介します。新商品のバランスボードを購入しました。こちらのコレクションは子供と大人が楽しめる、家をもっと楽しくなるようなアイテムが揃っています。本当にデザインが面白いんですよね。ピンクのふわふわのチェアカバーも購入したんですけども、今回はこちらのバランスボードを紹介していきます。耐荷重は100キロまでなので大人も使うことができます。ラベルを剥がすのが大変で日が暮れてしまいました。皆様からいつもドライヤーで温めるんだよとアドバイスいただくんですが、最近のドライヤーって熱くなんなくて風量勝負なんですよ、温度じゃなくて。なのでうちのドライヤーもあんま熱くなんなくて、シール剥がしにはあんまり向かなかったかなと思います。若干糊が残ってしまったのでアルコールで拭きました。でもやっぱすごい大変で、結構ね糊が残っちゃいまして、黒くね汚れてしまいました。このコーナー部分を見てください。角がちゃんと丸く処理されていました。ちゃんと子供でも安全なように処理されていると感じました。はい、まだ横でゴシゴシ頑張っています。もうこの裏面のラベルに関しては剥がさないでおきます。バランスボードというものをそもそも初めて購入したので、ちょっと他のものとの比較は難しいんですけども、子供は楽しそうに乗ってゆらゆら揺れています。一応最初は使い方わからないんで YouTube でそれらしい動画を調べて真似して使ってみてました。いろんな使い方があるみたいですね。とても見た目もナチュラルなので、部屋にポンとあっても悪目立ちするものではないなと思います。店舗に戻りまして新商品を紹介します。まずはこちらの春らしいディスプレイですけども、こちらのピンクの花瓶を紹介します。一応新商品っていうことなんですけども、ピンクがニューなのかな。このシリーズはずっと前からあったと思います。とてもぽってりした形が可愛くて、ガラスの質感もとても綺麗です。口が少し狭くなったデザインなのでバランスも取りやすいと思います。しっかり存在感があるサイズ感ですけども、とてもお手頃価格なのも魅力かなと思いました。続きましては寝具コーナーです。とても素敵な掛け布団カバーが出ていました。掛け布団カバーと枕カバーのセットなんですけども、細かくベージュの模様が入っていてとても可愛らしい雰囲気です。素材は綿 100% なのでお手入れもしやすいです。裏はシンプルに白色です。この上に乗ってあるマルチカバーっていうんですかね、ベッドスプレッドとの相性もすごくいいなと思いました。このセットで買いたいぐらいとても可愛いです。こちらの色違いもありまして、このベージュの模様の部分がグリーンのものもあります。とても優しいグリーンです。そちらも今期の新作の布団カバーで一番可愛らしい柄なのはこれじゃないかなと思ってます。この大きな花柄です。一気にお部屋が春になりそうです。素材はポリエステルとレーヨンで滑らかな肌触りとなっています。先ほどのディスプレイにも飾られていましたが、このポータブルライトはもはや名作ですね。これポータブルライトなんですよ。めちゃくちゃ可愛いですよね。シェードはガラス製なんです。光り方が本当に優しくて綺麗です。ポータブルなんですけどディスプレイということでケーブルつないで充電しながら使ってるみたいですね。さてこちらは藍色の模様の布団カバーです。柄がとても大胆なんですけど色合いが結構落ち着いているので白基調のお部屋でもこんな風に合うのかもしれません。こちらも素材はポリエステルとレーヨンでしてシワになりにくそうなのがいいなと思いました。ベッド下収納用のこちらの収納ケースベージュでとても可愛いですね。とこういう色選びって難しいですよね。もう私はついねホワイトとベージュっていうニュートラルカラーに収まってしまうんですけども、ちょっと春っぽく模様替えしてみたいなと思います。こちらの花瓶も新商品なんですけどとても色合いが
綺麗なんですよね。うっすら青グリーンなのかながかかってます。上の棚にちょっとちらっと映るんですけど、オーバルのラタンのフレームがとても可愛いです。すごく人気みたいで品薄みたいです。こちらはマルチカラーのチェック柄の布団カバーです。もうすごい派手ですよね。こちらは綿とレーヨンになっています。なので通気性も良くていいとこ取りになっています。結構柄だけじゃなくって素材もいろんな種類がありますね。はい、時計の新商品です。可愛い時計が一気に出てきています。こちらは目覚まし時計です。ちょっと揺れるようなデザインがとても可愛らしいですね。ブルーとブラックの2色展開となっています。ちゃんと針先が光るような仕様になっているので暗いところでも便利ですね。でこちらが私も購入した時計コルクのものなんですが、こちら緑の方初めて見たので紹介します。値段コルクと違ったんですね。そして文字盤がピンクでした。いやめちゃくちゃおしゃれ可愛いです。でこちら私も購入したんですけども目覚まし時計です。私は白を購入しました。こちらがイエローです。この時計結構時間も見やすいですし、目覚まし時計なんですけどおしゃれなので気に入っています。そして今回こちらの時計を購入しました。この周りの形が可愛すぎるだろっていうことで買ってしまいました。イエローがあまり部屋に取り入れたことのない色だったのでちょっと浮いちゃうかなとは思ったんですが、どうでしょうか。こういう薄いイエローのクッションカバーか何か取り入れてみようかなとちょっと思っております。珍しく秒針がついてるんですけども静音設計となっていますのでご安心ください。こちらのルームセットが微妙に模様替えしていたのですが、どこが模様替えしたか分かりますでしょうか。こちらビフォアです。分かります？ちょっとこれはクイズですよ。そうです。棚にご注目ください。棚は同じなんですけど天板の色が違ってるんです。さっきは白だったんですけど、で単面はカラフルなマルチカラーだったんですが、今は黒色が上に向いてまして単面は白色が見えています。つまり棚板がリバーシブルなんです。はい、こちらの側面はマルチカラーが見えてますけども、でこちらのテープライトもとてもいいですよね。色を変えられるタイプになっています。私もこれの単色バージョン購入しまして今ベッドの下に設置していますけども、光り方がとてもブツブツしてなくて綺麗に光るしとてもコスパもいいので気に入っています。手軽にいい雰囲気が作れます。そしてこちらパーテーションが追加されてました。すごい子供向けのコレクションなんですけど全然大人が使ってもいいですよっていう例ですね。裏がグレーなので使いやすそうです。そしてデスクの前にはスコーディスという有効ボードが設置されています。やっぱりデスクといえばスコーディスおすすめです。パッと取れて戻せるのでお子様にもねとてもおすすめの収納グッズです。こちらはランドリーコーナーのようなデコレーションです。このちょっと落ち着いた青色のボックスとても可愛いです。新色となっています。ほんと今期の IKEA はネイビー推しなんですよね。でちょっと前の動画で IKEA で買うべき定番のおすすめアイテムをアンケートを取った時にこの白いハンガーを勧めてくださる方が複数いらっしゃいました。私全然知らなかったんですけど、ホワイトでシンプルですし滑り止めがついてるんですって、肩の部分に。なので洗濯物を干すのに使ってますって方がいらっしゃいました。そんなん知らなかったなと思って見てみたらめっちゃ安くてびっくりしましたね。こちらは5ピースの値段となっています。なんかもちろん洗濯物用じゃなくて普通に洋服かけるのに使ってますって方もいらっしゃいました。この間テレビのロケに参加させていただきまして逆に教えてもらったことがあるんですよ。びっくりしたんですけど、こちらの新商品のソファーなんですが通常サイズとコンパクトサイズが出てました。全然気づかずに私普通に紹介してましたけど以前の動画で、こちらがコンパクトサイズでこちらが通常サイズなんですよ。実際目の前で見てもそんな大きさ違うかなってわからないぐらいなんですよ。
なのでこのね値札かをよく見てください。コンパクトって書いてあるやつは20センチ小さいそうです。でさらに値段はねすごい差があります。結構 IKEA のソファーって大きいっていうイメージがあると思うんですけども、このようにコンパクトなサイズのものも出てきているということでした。コンパクトタイプの方はカバーリングが3色から選べて、足もこの木目のものだけじゃなくってメタルのものもあります。確かにソーデルハムやシービクもコンパクトサイズが出てきてますもんね。私このディスプレイの後ろにある棚もすごく好きなんですよね。さらにソーデルハムに関してはこのオットマンが半分サイズっていうんですかねが出ました。ちょっと前にですけど、右に映ってるのが前から売っているタイプのオットマンで、この手前に映ってる方が新しく出たミニサイズのオットマンです。これをつなげることでネイスサイズになるよというものです。ただこれはですねソーデルハムのコンパクトではなくって通常タイプの方にぴったり合うように作られていて、コンパクトと合わせるとこんな感じにはなります。このオットマンを置くことで別々にも使えて、お客さん用のね椅子として使うこともできるので、最初からネイスよりは使い道の幅は広がるかなと思います。次回は IKEA 商品の普通じゃない使い方、アイディア光る活用例みたいなのを紹介したいと思います。インスタグラムの方でアンケートをさせていただきまして、たくさんの方からご回答いただきましたので、ぜひ楽しみにしていてください。ルームスタイリストの安藤秀道さんのお家で使われている IKEA アイテムの意外な使い方も登場します。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。